あなたがもし証拠もないのに人から罪を疑われたらどうしますか？遡ること45年前の1977年6月。今回の舞台はアメリカオクラホマ州ローカストグローブ。この町の近隣のキャンプ場でガールスカウトに参加していた3人の少女が殺害されました。少女たちの名前はデニス・ルミナー、ロリ・ファーマー、ミケーレ・グースの3人。警察は10ヶ月にも及ぶ捜査の末、1人の容疑者を逮捕。逮捕された男の名はジーン・リロイ・ハート。しかしこの男が罪に問われることはありませんでした。男が実は懲役305年の脱獄囚だったにもかかわらず、楽しい時間になるはずのキャンプで惨殺されてしまった少女たち。しかし捕まった凶悪犯のジーンは捕まることはなかったんです。彼が刑を免れたことには当時の捜査の限界があったんです。おっさっす、新宿に土地持ってる人募集中、ケンちゃんです。何を求めてるんだった？ヤミコです。さてね、本日皆様にご紹介するのはアメリカオクラホマ州で起きた3人の少女惨殺事件についてなんです。この事件なんですが、警察は容疑者を捉え有力な証拠も多数集めたんですが、結局事件解決には至っていないというものなんです。未解決事件というやつよね、これね。しゃもいかない少女が3人も殺されるなんて相当悲劇的な事件よ。自分の子供にね、いないですけどね、起こったとしたらね、想像しただけでも許せないんですけど、どのように殺害されてしまったのかっていうところで、事件前日の様子からね、早速ね、見ていきたいと思います。豪雨に紛れた悲劇。遡ること45年前の1977年6月12日。今回の舞台はアメリカオクラホマ州ローカストグローブ。この町から数キロ離れたキャンプ場でサマーキャンプが始まろうとしていました。キャンプ場へ向かうバスの中で穏やかな表情を浮かべ子供たちを眺めているのは引率見習いのミシェル・ホフマン。この先2週間が子供たちにとって忘れられない日々になることを彼女は自身の経験から確信していました。ただ楽しそうにはしゃぐ子供たちの中に一人浮かない顔をしている少女が。彼女の名前はデニス・ルミナー。ちょうど10歳を迎えるデニスは今回がサマーキャンプ初参加。そのため顔見知りの友人もおらず、一人不安を抱えながらキャンプ場へ向かうバスに揺られていたんです。隣に座ってもいいかしら。引率のミシェルはデニスの様子を一目見て察すると、彼女の隣の席へ座りました。不安が和らぐまでデニスのそばに付き添うことに決めたんです。まさかこの時はデニスの不安な気持ちが違った意味で的中してしまうとは思いもせずに。子供のことをよく見てくれてる素敵な引率さんじゃないの？いや、そうなんです。熱心にね、子供の世話をしていた方なんですけれども、その分ね、事件が起こった後のショックも大きかったんです。一行がキャンプ場へ着くと、ミシェルはデニスが泊まるテントまで彼女を送り届けます。二人がテントへ到着すると、デニスと同じテントに泊まるチームメイトがすでに待っていました。デニスのチームメイトはそれぞれ8歳のロリ・ファーマーと9歳のミケーレ・グース。幸運なことにデニスはこの二人とすぐに打ち解けます。不安に沈んでいた彼女の表情は打って変わって明るいものに。付き添っていたミシェルもその様子を見て、これなら安心ねと3人のテントを後にしました。しかしそれもつかの間、不吉なことにその日の夜、キャンプ場は激しい雷雨に見舞われるんです。引率者たちは子供たちの様子を見て回ってはいたものの、デニスたちのテントはその中でも一番離れた位置にありました。この時3人のテントに巡回の手が回らなかったことは運命のいたずらだったのでしょうか。何めちゃくちゃ嫌な予感しかしないじゃないのよ。めちゃくちゃ不吉オブ不吉な感じですよ、この翌朝ね、目を覆いたくなるような事実が一行を襲うんです。激しい雷雨の夜が明け、迎えた6月13日の早朝。引率者のカーラ・ウィル・ハイトはキャンプ場内にあるシャワー施設へと向かっていました。子供たちが活動し始める前にシャワーを浴びてさっぱりしておこう。そんな考えからシャワー施設の利用者が少ない早朝の時間帯を狙うのがカーラの習慣だったんです。ところが今日はいつもと何か様子が違っていました。普段は何の気なしに通るシャワー施設への道。カーラはその途中に大きな荷物のような物体が転がっているのを遠目に見つけたんです。落とし物？それにしては大きすぎるような。少し不審に思いながらも道に横たわる荷物に近寄っていったカーラ。次第にはっきり確認できるようになった物体を見て驚愕するんです。なんと転がっていたのは荷物ではなくデニスの遺体だったんです。
この後カーラの通報で警察の捜査が行われ、デニスのチームメイトであるロリとミケーレもテントの中で死亡していたことが分かります。3人はそれぞれ暴行の末絞殺されており、これは明らかな殺人事件でした。そして3人が亡くなった知らせを聞いて一番青ざめたのは、行きのバスでデニスに付き添っていた引率見習いのミシェル。デニスが亡くなったショックの大きさももちろんあるでしょう。しかしミシェルがショックを受けたのは、そのこと以上にこの殺人事件にまつわる重大な事実に気づいてしまったから。実は少女3人の惨殺は予告殺人だったんです。その予告とは事件が起こる2ヶ月前に遡るんです。事件が起こる2ヶ月前の1977年4月、後に少女たちの殺害現場となるキャンプ場にてガールスカウト引率者の訓練が行われていた。先輩引率者の指導を熱心に聞いているのは引率見習いのミシェル・ホフマン。幼少から何度もこの地でキャンプを経験していた彼女は、子供たちの思い出作りを手助けしたいと考え、引率者を目指して訓練に励んでいた。しかしこの訓練でミシェルは2ヶ月後に控えたサマーキャンプに暗い影を落とす奇妙な出来事に直面することになる。この日訓練を終えたミシェルはすっかりくたびれた様子で彼女が宿泊するテントへと戻った。しっかり休んで明日の訓練に備えなきゃ、そう思いつつテントの入り口をくぐろうとしたミシェル。次の瞬間、彼女はその中の明らかな異変に気づく。整理されていたはずの荷物が何者かによって荒らされ、テント内のそこかしこに散乱していた。泥棒に入られた、そう確信したミシェルは、何か大事なものが盗まれていないか荷物を一つずつ確認していった。そして昼食のバスケットに手をかけた時、彼女は恐怖のあまりその場に凍りつく。バスケットの中に残されていたのは犯人からのメッセージ。そこにはこう記されていた。私には3人の少女を殺す使命がある。この時キャンプの責任者は犯人が残したメッセージを単なるいたずらとして片付けた。まさか2ヶ月後、その悲劇が現実になろうとは思いもせずに。これめちゃくちゃ怖いじゃないのよ。その事件が発生する前から犯人はずっとその周辺うろついてたってことでしょ。そういうことなんです。そしてね、この後容疑者は捕まることになるんですが、容疑者のとんでもない経歴が明らかになっていくんです。重すぎる罪。犯行予告が行われていたこともあり、警察は犯人がキャンプ場周辺に長く潜伏していた可能性が高いとみて捜査を開始。そして浮かび上がってきた容疑者がジーン・リロイ・ハート。ジーンは1973年にオクラホマ州刑務所を抜け出した脱獄囚。4年間行方知らずになっていた男。キャンプ場周辺はジーンの出身地でもあったため、この男が潜伏している可能性は大いにありました。何よりジーンに疑いがかかったのは、彼が明らかに異常な前科を持っていたから。ジーンが背負っていた刑期はなんと懲役305年。これは女性2人の誘拐と強姦、2回の強盗という計4回の罪を犯した結果でした。その後、警察は捜査を進めていくにつれ、ジーンが寝泊まりしていたであろう洞窟を発見。洞窟内にはキャンプの引率者から盗んだメガネが残されており、滞在していた男が殺人事件の犯人であることを確証へと近づけるんです。また同時に洞窟の壁にはこんなメッセージが残されていました。殺人犯はここにいたぜ、あばよ愚か者ども。めちゃくちゃムカつくやつだなこいつ。犯行予告を行ったこともそうなんですが、犯人はまるでゲームを楽しむかのようにあからさまな自己主張をしていたんです。この犯人どんだけかまってちゃんなのよ。ヤミコさんもかまってちゃうんですよね。そんなことない。まあでも別に悪くないです。人間誰でもあると思うんですよ。まあそうよ、私たちは人に自己契約多少ないとこんなこと自己契やってないわ約ってね、自己顕示欲がね、うん多少ないとこんなことやってないわいや、そうかもしれないですけど、まあというわけでね、うん本日のメトラキーワード、自己顕示欲について。自己顕示欲は何か行動を起こして他人から注目されたいと思う欲求のこと。その定義は自分を優れた人に見せるようにすることだけではなく、悪事を働き悪目立ちすることを快感に感じる人もいるんです。こうした動機の犯罪者を犯罪心理学では自己顕示型と呼ぶんです。少女3人を惨殺した犯人は少女を殺す使命があると犯行予告をして、殺人犯はここにいたと捨て台詞を残していました。おそらく事件に話題性を与え、世間から注目されるその様子に快感を覚えていたんです。その後警察による捜査は約10ヶ月も続き、1978年4月、友人宅に隠れていたジーンがついに逮捕されることになったんです。ただこの時ジーンは自身を捕まえに来た警察官に向かってこう言い放ったんです。俺を殺人罪で訴える？絶対に無理だね。いちいちムカつくやつだなこいつ。女の子3人も殺しといてこいつ何言ってんの本当に。でもですね、実はこのジーンっていうのが本当の犯人だっていうのも言い切れはしないんです。
でも警察は証拠があるからジーンを捕まえたんじゃないの？証拠はね、あるっちゃあったんですけど、当時はね、証拠がね、あったとしても、こう、捕まえることができないね、ちょっとした事情があったんです。無力な証拠。逮捕されたジーンは裁判に際し、担当弁護士のガービン・アイザックスに殺人は絶対に犯していないと主張。弁護士ガービンはジーンの言い分を信じ、全力で無罪を勝ち取りに行く覚悟を決めるんです。またジーンと仲間内でもジーンは無罪であるという抗議の声が高まっていました。実はジーンは少し特殊な立場にあったんです。それはジーンがアメリカ先住民のチェロキー族であったこと。チェロキー族はもともとアメリカ南東部に住んでいた先住民で、白人文化の広まりとともにオクラホマへ強制移住させられた過去を持つ一族でした。事件が起こった当時は彼らに対する世間からの差別意識も残っていた時代。チェロキー族たちはジーンが容疑者にされたことに対して警察の偏見が混じっていると主張したんです。実際ジーンが犯人であるという証拠は断片的に見つかってはいるものの、全ての犯行を断定できるものではなかったんです。まず一つ目の証拠は殺害された少女の体に付着していた毛髪と体液。実は当時これらを証拠にすることは不可能でした。 DNA 鑑定が捜査に導入されるのは1980年代に入ってからで、この時は毛髪などを誰のものか突き止める手段がなかったんです。また犯行現場には犯人のものと思われる足跡が残っていたんですが、これもジーンのものとは一致せず、ジーンが寝泊まりしていた洞窟で見つかったキャンプ引率者のメガネも直接犯人を決めつける証拠にはならないんです。こうした状況からジーンの犯行を決定づけることはできませんでした。結果的に裁判で下った判決は無罪となってしまうんです。とはいえジーンには重い前科があり、まだ305年の刑期が残されています。そのため裁判の結果に関わらず彼は再び刑務所へ戻ることになるんです。そしてジーンの裁判から3ヶ月後の1979年6月4日、誰も予想していなかった出来事が起こります。ジーンはこの日刑務所内でウェイトトレーニングを行っていました。その最中、なんとジーンは死亡したんです。死因は心臓発作でした。ジーンが殺人を行ったのか否か、その真実を知る唯一の人物、ジーン本人がこの世を去ることに。こうして事件は完全に迷宮入りしてしまうんです。警察の集めてた証拠全部当てにならないものなんて、もうこれジーンまで死んじゃったらさ、遺族泣き寝入りするしかないじゃないの。やりきれないですよね。そうよ。でも実はですね、この事件の捜査は現在でも諦めずに続けられているんです。真相の究明。ジーンが死亡したことで闇の中に葬られたかに思えた少女惨殺事件。しかし捜査は以降も続けられることになりました。少女たちの遺族が裁判結果に抗議し、警察からも支持を得たため、ジーンが死亡してから10年後の1989年には現場に残された証拠をもとに当時の裁判ではできなかった DNA 鑑定が行われることに。その結果、なんと証拠とジーンの DNA が一部一致することが判明。やっぱりジーンが犯人なんじゃないかと思うところなんですが、これも実はそうとは言い切れないんです。そもそも DNA の一部が一致するのはよくあることで、ネイティブアメリカのうちの7700人に1人は同じ鑑定結果が出るものとされたから。このようにしながら事件から40年以上経った現在でも真犯人の究明は変わらず続けられているんです。